大分と熊本をつなぐ中九州横断道路のうち、犬飼と大分市内の間のルートについて、国は山側のルートで整備を進める方針を決めました。昨日、福岡市内で開かれた有識者委員会で了承されました。中九州横断道路は大分市と熊本市を結ぶ全長およそ120キロの高規格道路で、現在豊後大野市の犬飼インターチェンジから竹田インターチェンジまでの21キロが開通しています。去年、犬飼インターチェンジから東九州道の大分宮川内インターチェンジまでを結ぶルートについて、新たな道路の建設、すでにある道路の活用など3つの案が国から示され、検討を続けてきました。犬飼まで一般道で移動するしかなかった大分市民からは歓迎の声が聞かれました。便利になるからいいと思います。便利になったらやっぱり高速道路とかそういうのを使ってどっか旅行に行きたいと思います。10号線は特に辺木あたりとか阪南のあたりが渋滞するので、つながれば相当楽になるのかなと思います。今後、国は環境への影響などを調べることにしています。気になるニュースを詳しくお伝えする記者の深掘り。今日の担当は新岡さんです。はい、お伝えします。中九州横断道路の整備方針が決まりました。詳しくお伝えします。全長120キロのうち、熊本県の北側復旧ルート 11.9 キロが2020年に開通。竹田阿蘇道路 22.5 キロ区間は現在工事中です。竹田から犬飼までの21キロは2019年までにすでに開通しています。しかし、道路や交通の状況を調べている未定の区間もあり、犬飼から先は3つのルートが検討されていました。では、3つのルートとはどのようなものなのか、こちらです。現道、今の道路を活用する案、平地ルート、山側ルートの3つです。現道活用案では、現在ある国道の幅を広げたり、交差点を立体化したりすることで高速化を目指すものです。平地ルートは現在の国道とは別に自動車専用道路を作るもの。山側ルートは大分市吉野地区などを通る自動車専用道路を作るものです。お伝えしたように、有識者の委員会が昨日開かれまして、山側ルートで整備する方針が決まりました。では、なぜ山側ルートなのか、そのあたりの経緯も見ていきます。まず建設費用ですが、現道活用案だと1200億から1400億円かかると見込まれています。一方、平地ルート、山側ルートでは2200から2400億円かかるという試算なんです。1000億円も違うけど、結構違うんですよね。こちらの方がいいと。はい、そう、費用がかかってもこんなメリットがあります。自動車専用道路でより高速化、一般道よりもより利便性を高めるということなんですね。もちろん早い方が嬉しいです。そのあたりを判断したというのが今回の経緯です。また、山側ルートのメリットはこちらです。大野川流域の浸水想定区域をほぼ回避できることや、国道が使えない時のバイパス的な役割を果たすことなどが挙げられています。確かに近年のこの川による災害というところを見ますと、山側の方が、私たちも安心な面が大きいかもしれませんね。その大野川のその浸水というのを意識したというのは今回あったと思います。では、今後はどうなっていくのか、九州地方整備局の担当者に聞きました。測量などの調査を経て、一般的には数年以内に詳細なルートが決まる見込みだということです。ただ、そこから開通までにはまだまだかなりの時間がかかることが予想されています。すでに開通している中九州横断道路の、大野竹田道路の 12.3 キロ区間でも事業化から開通までおよそ12年かかっています。
ただ今回は大きな前進と言えそうです。ここまで記者の深掘りでした。